山梨県のホテルにいます。朝から出張で来てまして、車で3時間ぐらいかなかけて山梨まで行きました。すごくね、天気が良くて、もう快晴でしたね。雲ほとんどなくて、来る途中からだんだんと富士山が見えてきて、すごく良かったですね。何回見ても富士山、やっぱでかいし、形がすごく綺麗だなって思いますね。車で昔5合目だったかな、それくらいまでは行ったことあるんですけど、上まで登ったことはないですね。いつか登ってみたいなとか思ってますけど。そう、昨日かな、なんかこっちの方は雪が結構降ってたみたいで、路面も結構シャーベット状になってたりとか、雪が残ってるところもあったんですけど、その、道の、この道路の左右に木がたくさん生えてて、でその、木ってもう葉っぱがないんですけど、代わりに雪が積もっていて、でその間から富士山がドンとあって、なんかすごく幻想的というか、初めて見たので、そんな雪バージョンの、だからすごく良かったですね。で、もうひたすら、いろいろ仕事をして、で、7時ぐらいから、7時ぐらいにホテルにチェックインして、6時だったっけ ?6 時かな。で、7時に晩ご飯を食べに行ったんですけど、ここのホテルがね、焼肉屋さんと一緒になってるホテルで、なので焼肉を食べました。で、そのお肉もすごく美味しくて、希少部位のね、ミスジとか、友三角とか、なんだっけ、サイドスカートだったかな、なんか聞いたことない部位のお肉とかあって、僕の好きなハラミとタンも置いてあって、すごく美味しかったですね。いや、やっぱ焼肉は最高だな。で、部屋に戻ってきて、お風呂行こうと思ったんですけど、朝からずっと動いてたってのもあって、ちょっと疲れてしまって、そのまま寝てました。1時間ぐらいかな。
かくなんでね、お風呂入りたいなと思って、お風呂行って、そのお風呂がね、露天風呂のホテル自体すごくちっちゃくて、すごくちっちゃい、ちょっとちっちゃいぐらいかな。客室が2階と3階にあるだけで、エレベーターもね、4人乗りとか、お風呂も大浴場も最大5人までだったかな。それくらいの小さめのホテルなんですけど、露天風呂があって、その露天風呂がね、綺麗なんですよ。かなり整備されてて、で、僕が遅く行ったので、10時半とかかな、それくらいに行ったんで、誰もいなくて、すっごくいいお湯に浸かれました。硫黄の匂いがしなかったので、おそらく温泉じゃないんだと思うんですけど、でもそれでもすごく気持ちよかったですね。すごく温まりました。露天風呂、この時期最高ですね。若干頭寒かったですけど。で、今が11時ですね。11時だから、そろそろ寝ないとなっていう感じです。ホテルの鍵もね、こんな感じの昔ながらのレトロな感じがして、かわいい。なんとも言えない紫色。角が削れて丸くなって味が出てます。で、このホテルは僕が予約したわけじゃなくて、クライアントさんが予約してくださったんですけど、すごく良かったですね。めちゃくちゃ良かったですね。特別何かがすごいって感じではないんですけど、入った瞬間からなんか綺麗な庭があって、で、程よくライトアップされてて、で、富士山もそっから見れて、少し郊外にあるから割と静かなところなんですよね。こんな感じで ASMR も撮れるくらいには静かで、で、ホテル自体も大きくないので、お客さんもそんなたくさんいるわけじゃないと。で、焼肉屋も併設されてて美味しくて、露天風呂があって、なんかちょうどいいというか、ビジネスホテルではないんですけど、ビジネスホテルだったら最高というか、こういうところに毎回泊まれたらなっていう。そんなたくさん出張あるわけでもないのであれなんですけど、でもすごくいいところだなと思いました。場所は山梨県
の、どこだったっけ忘れたけど、ホテルの名前は、ホテル富士竹ヶ丘。最初ね、これ龍ヶ丘かなと思ったんですけどね。竹ヶ丘でしたね。部屋はそんなに広くないですね。狭い方なんですけど。まあでも一人で泊まるぐらいなら全然なんてことない。十分な広さだと思います。Wi-Fi もね、ちゃんとあって、お風呂がね、すごく綺麗だったな。一応、温泉だ。当館の温泉は、グループ会社である、ホテル、金山荘かな。金山荘から毎日、タンクローリーで運んでいるため、泉質は金山荘と同じ富士山温泉の高アルカリ性温泉になっております。温泉でした。硫黄の匂いでしか僕判断できないんで、温泉じゃないと思ったら温泉でしたね。しかもかなり手の込んだというか、わざわざタンクローリーで運んで温泉として使ってるという。確かになんか肌が若干スベスベしたような気がします。カルシウム、ナトリウム、硫酸塩泉。なるほど。ここに焼肉屋のメニューが少し載ってますね。霜降り、上タンとか、ビビンバとか。他にもね、たくさんありました。美味しかったな。で、明日は朝食があって、和食と洋食と選べるんですけど、和食に しました。朝はそんな食べないんですけど、少しだけいただこうと思います。明日もう少し仕事してから帰ります。なんかもう喋ることがなくなっちゃったな。一応まあこの仕事決まった時にホテル取ってもらって一泊するってことを前から分かってたんで、ちょっとホテルで ASMR 撮りたいなと思ってたんですよ。なのでちょっと機材に紛れ込ませて今撮ってるっていう感じですかね。いやー、いいホテルだったな。眠たくなってきたわ。まだでも10分ちょっとしか喋ってない気がする。
温泉というか、やっぱり旅行っていいなと思いますね。今回は、少しビジネスホテルっぽい感じなんで、和室がないんですけど、多分。こういう時、旅行だったら和室を選んで、畳の雰囲気とか、よくあるホテルならではのバルコニーっていうのかな。なんか椅子が2つあって机があるスペース。あそこが好きなんで、ああいうとこでまったりしたりとかしたいですね。なんか和室最近好きですね。数年前までは家探しをするってなったら絶対洋室と思って探してましたけど、今和室の方が落ち着くから和室がいいなって考えたりしますね。これも年を取ったということなんでしょうか。和室の良さが分かってくるという。あといつもね、こういうホテル来たら思うんですけど、どうやって寝ればいいかわからないんですよね。なんて言ったらいいんだろう。ちゃんとベッドメイキングがされてて、布団とかシーツがあるんですけど、どこで寝るのが正解なのか未だに分かってないっていう。なので適当にね、いつも寝ちゃうんですけど、なんかシーツが織り込まれてね、なんか布団動かせないみたいな時ないですか？なんかこう折り返されて身動き取れないみたいな、あれだと寝れないんですよ。ちょっと説明がなんとも難しいんですけど、このシーツもあんまり好きじゃないからな。シャカシャカする音があんまり好きじゃないんで、ふわふわのなんて言うんだっけ、ふわふわのシーツか、あれで寝たい派なんですよ。だからこういう時泊まってもあんまり快眠できないことが多いですからね。疲れてたら爆睡をするんですけど、枕も全然違うじゃないですか。割と枕とかね、高さよりは質感こだわりあるんですよね。硬すぎても柔らかすぎてもダメだし、なんかシャカシャカする音の枕も嫌だし、シーツ
素材の枕嫌だし、全然我慢して寝れるレベルなんですけど、マイ枕あったらもっと快眠できる。じゃあ持ってきたらっていう。まあでもそこまでじゃないからいつも持ってこないんですけど、そんななんかこだわりはないつの間にかありますね。昔はそんなに気にしてなかった気がするけど。コーラがうまい。なんかこう形変じゃないですか。そこがなんか膨らんでる。これで150円しました。280ミリリットル150円。まあ、全然いいんですけど、いや、たまにはこういった日常からかけ離れた体験っていうのはなかなかいいなぁと思います。やっぱり慣れてきちゃうから、僕は家大好きなタイプですけど、人によってはね、なかなかしんどい人もいると思うんで、たまにはこういった気分転換とかいいですね。別に食事はそんなにねこだわらずに、場所とか泊まるところにこだわると、そんなにお金かけなくてもリフレッシュできるかなっていう気はしますね。どうしても旅行で旅館とか行こうとすると、夕食2食付きだとかなり高くなっちゃうから、特に今インバウンドでホテルの値段かなり上がってるんでね、まあ素泊まりでどっかで食べるとかでもいいのかなと思いました。ホテル選び難しいですけどね。今回たまたまクライアントさん選んでくれましたけど、僕は基本 Google マップのレビューとかで決めちゃいますね。だいたい星4以上。今まで最悪だったホテルとかあんまない。ちょっと小汚いホテルとかはあったかな。まあでもそんな変なホテル日本だとそうそうない気がしますけどね。どうなんだろう。対して出張
緒のホテル泊まったりご飯食べたりしてみたいな。まあプチ旅行がてらこういった動画を撮ったりとかも、まあ ASMR なんで、なんか景色見せるとかはそういうのはなかなか難しいですけど、観光地で動画回しながら喋るわけにもいかないし、ホテルで喋るだけの動画需要あんのかな、ないか。まあ今回ちょっと個人的にやってみてたかっただけなんで。一つね思ったのが、普通の YouTuber さん、こういったホテルで動画上げてる方いると思うんですけど、普通の声で喋ったら絶対うるさいんで、特にこういった静かな雰囲気のあるホテルは、これ ASMR じゃなかったら怒られてるかもしれないですね。電話だと思ってくれる気もしますけど、それでも夜中にね喋るのは迷惑なんで、これはでも ASMR のならではのいいところかもしれない。動画がいいか悪いかは置いといて、撮りやすいという。温泉よかったな。明日の朝もう一度入るかすごく悩みますね。明日も朝割と早いから入るなら朝食食べてさっと入るとかになるけど、チェックアウトの準備もしないといけないし、8時半にここを出るから、十分時間はあるか。明日も天気いいからな。悩むな。僕は目が悪いので、メガネ外すとほとんど見えないんですよ。いや、見えるんですけど、なんていうかな、ぼやぼやなんで、大きいお風呂とか苦手なんですよ。知り合いとかと言ってもどこに行ったか分かんなくなるし、一人で行ったら行ったで、なんか奥の方に露天風呂があったり、そういう冒険がしにくいの。大きいお風呂苦手なんですけど、ここはもう体を洗うところと露天風呂しかなかった。メガネの僕でも楽しめましたね。メガネかけていってもいいんですけどね、なんか変じゃないですか。別に見たいわけじゃないんですけど、見たいからかけてると思われてそうな
まりいないし、メガネかけて大浴場行く人、あんまり不要なもの持ち込まない方がいいはずなんでね。まあそんな悩みは今回は不要でしたけど、いやー、山梨いいですね。富士山が近くにあるって、なんて言うんだろう、心強いというか、なんかすごく気持ちのいい一日でした。いろいろと富士山が噴火したら大変なことになっちゃうけど、富士山いいですね。登ってみたいけどな。人いっぱいらしいですね、今。インバウンドで海外からたくさん来てるから。まあ、基本的に人混み嫌いなんで、空いてたらいいな。空いてないか。今はまだ冬だから閉まってるんだったかな。割と9月ぐらいにはもう閉まっちゃってたような気がするけど、まあそんなようなことを思った一日でした。長かった。楽しかった。仕事なんですけど楽しめました。また機会があればホテル ASMR 撮ります。